こんにちは、あかねです。先ほどの写真を見て、あれ、今の顔となんか違うなって思った方多いと思います。はい、実は顎変形症の治療をして顔が変わりました。ということで今日は今私がやっている顎変形症の治療についてこの動画にまとめたいと思います。治療自体はまだ続いているんですけど、一段落しつつあるので、この動画は顎変形症の治療の集大成の動画にしたいと思います。この動画ではそもそも顎変形症って何っていうのと、どんな治療をするの、普通の歯科矯正との違いは何、あとは手術についてで、術後の経過や見た目の変化、そして私が感じた治療をするにあたってのメリットとデメリット、今後の治療のことなどについて詳しくお話できたらと思っています。治療するか迷ってるとか、治療するのに一歩踏み出せないとか、周りに相談できなくて困ってるっていう方の助けになれば嬉しいです。まず顎変形症って何っていうことなんですけど、顎変形症とは上顎や下顎の骨の大きさや形、位置、バランスに異常が生じる病気です。で、この顎変形症の中にもいくつか症状があって、その例を何個か挙げると、まず上顎前突っていう上顎が下顎に対して前に出ている状態で、2つ目が下顎前突といって下顎が上顎に対して前に出ている状態。分かりやすい言葉で言うと受け口とかしゃくれっていうような感じですね。私はこの下顎前突っていう状態でした。あとは顔面非対称っていう症状もあって、これは顎が中心から左右に大きくずれている状態のことを言うそうです。手術前の私の見た目、こんな感じでした。はい、続いてこの顎変形症ってどんな治療をするのっていうことなんですけど、ご存知の方も多いと思うんですけど、よく見る歯に装置をつけて行う歯を並べる治療と、あと外科的に顎の骨を切る手術が必要になります。で、この治療を大きく分けると3段階あって、まず術前矯正、これが1年から1年半ぐらい期間がかかります。で、術前矯正が終わると手術になります。で、手術が終わってさらに術後矯正というのが1年から1年半ぐらいあります。大きく分けるとこの3段階になります。この治療は保険適用の治療になるので、一度に治療代をドーンと払うわけではなくって、内科とか皮膚科に行ってお金を払うように、その都度保険請求があるっていう感じですね。で、普通の歯科矯正との違いっていうのは、顎の骨を切る手術をするかどうか、その手術が必要になれば顎変形症の治療になるし、歯をきれいに並べるっていうのであれば普通の歯科矯正になります。で、この歯科矯正だと自費の治療になりますね。で、今私は2024年の4月に手術が終わって、今術後矯正の途中です。私の状態とか治療をするにあたっての経緯をちょっとお話ししたいと思います。私は小さい頃から歯並びと噛み合わせが良くなくて、こうやっていいって噛んだ時に下の歯が上の歯より前に出ている状態だったんですね。横から見るとこういう状態でした。で、小学校高学年から高校入学前まで歯列矯正をやっていました。その時に一度歯はきれいに並んだんですけど、その歯医者の先生からも将来的に外科的な手術をして治療した方がいいですねとは言われていました。ただその時はまだそこまでないなっていうのと、手術が嫌だなっていうのがあって、一度矯正の治療は終了しました。で、その後大人になって社会人になって歯並びがだんだんまた悪くなってきたんですね。手術を必要とする顎変形症の治療をするか、一般的な自費で行う歯列矯正をするか、ずっと悩んでました。顎変形症の治療をするとなると、顔が変わるとか、手術がちょっと怖いな、不安があるなとか、手術が終わって顔が変わると周りの反応が気になるなっていうのがあって、なかなか治療に踏み切れませんでした。家とかで歯磨きをしたり洗顔をしたりする時に鏡を見るじゃないですか。その度に
自分の歯並びが綺麗じゃないのが気になったし、人から横顔を見られるのがすごく嫌でした。で、とある日私はこんなに気になるんだったら手術しちゃおうってふと思います。一般的な歯列矯正をやって歯並びが綺麗になったとしても骨格は変わらないし、顎の見た目を治療できるわけじゃないから、いっそのこと手術をしよう。歯並びが綺麗になっても顎の見た目は気になるまんまだろうなと思って顎変形症の治療を決断します。はい、でここから治療が始まるわけなんですけれども、まず歯医者選びです。私がどうやって歯医者を選んだか。私はまず3軒の歯医者にカウンセリングに行きました。1軒目は家から近いところで、そこは当時新規の患者を受け入れてなかったので、そこは断念で、2軒目ですね、家から1時間ちょっとぐらいのところに行きました。顎変形症のその手術はその歯医者でやるわけではなくって、そこが提携している病院でやるんですけど、そこの歯医者の提携している病院だと手術が治療開始から3年後ぐらいになるって当時言われました。混み合ってるらしくて、通常その手術を受けられるのが術前矯正が始まって1年から1年半ぐらいなんで、倍ぐらいの時間がかかるからちょっと長いなと思ってそこも断念しました。で、最後の3軒目なんですけど、家から30分から40分ぐらいで職場からも行きやすいところでした。そこは症例数が多くて安心できるなっていう感じで、その先生に他の歯医者で手術がすごい先になるって言われたんですけど、ここではどうですかって聞いたら、そんなに先にならない、1年から1年半ぐらいでできるよっていうことだったんで、ここにしました。この治療の途中っていうのは歯に器具がこうやってついてるんで、痛くなったりこの器具が取れたりしやすいんですね。なので私は家からも職場からも通える距離のところに決定しました。で、顎変形症の治療は保険の治療になるので、どこも金額的にはそんなに変わらないです。ただどこの歯医者でも一般的な自費の歯列矯正をするとだいたい100万ぐらいかかるよって言われてました。3軒目の歯医者にカウンセリングに行ったのが2022年の6月です。6月にカウンセリングに行って、でそこで検査、レントゲンを取ったりして検査をして正式に顎変形症の診断を受けました。その翌月から術前矯正がスタートしました。そしてどんな治療をしたかお話しします。術前矯正では歯にワイヤーをつけて歯を本来の元々の位置に戻す治療になります。今まで小学生中学生の頃矯正治療をしてて、そこで私の歯はもともとこうだったのを無理やりこういう状態にして無理やり噛ませていた状態だったらしいんですね。なので下の歯は顎の骨に対してすごい奥に引っ込んでるし、上の歯は顎の骨に対して前に出ている状態だったそうです。で、これが本来の私の元々の骨格に合わせた位置に並ぶので、こういう状態に戻す治療をしました。装置をつけた1週間ぐらいっていうのは歯が動く痛さが結構あったんですけど、だんだん慣れてきて食事も普通通りにできました。まず下の歯にブラケットをつけて、でその後上の歯にブラケットをつけました。で1ヶ月から1ヶ月半に1回ぐらい通って、その都度ワイヤーとかこの装置を交換して調整するっていう治療です。でその間、上の前歯から4番目左右4番目の歯を1本1本と、あと下の親知らずを2本抜歯しました。でここからですね、だんだんと噛み合わせが悪くなってきます。これは手術が終わった後に綺麗に噛み合わさるようにあえてこういう治療になっているそうです。でね、この顎変形症治療界隈ではこの期間のことを受け口最強期間っていうらしいです。はい。でだんだん私も受け口最強期間に突入していきます。その時の写真こんな感じです。この上下が噛んでいないんですけど、この隙間にうどんの麺噛み切れないぐらいの隙間があって、食事はできるけどお肉とかパンとかサンドイッチとかこうやって噛みちぎる系の食事は難しくて、ちっちゃく手とかお箸で一口サイズにして食べてました。術前矯正が終わって手術
をいよいよやることになりました。手術をやったのが2024年の4月、術前矯正を始めてだいたい1年10ヶ月後ぐらいに行いました。でこの手術について気になっている方多いと思うので、なるべく細かく話せたらと思っています。手術は通っている歯科医院が提携している大学病院でやりました。1週間ぐらい入院しましたね。手術前日に入院して、翌日全身麻酔での手術を行って、その後経過を見て入院から1週間後ぐらいに退院しました。その人の症状によってどんな手術かっていうのは変わってくると思うんですけど、私の場合は下顎を切って奥に引っ込める手術と、上顎を切って上顎を前に出す手術を行いました。手術の前日に入院して翌日に手術を受けるわけなんですけど、手術の前に腕に点滴を入れました。で私はお昼の12時ぐらいに手術が開始の予定だったんで、そのちょっと前の時間に手術室に入ります。手術室のベッドに横になったら、いろんなスタッフの人たちが私の体にいろんな管とか器具をいろいろバーってつけて、あっという間に準備が終わって、そのスタッフの方が今から麻酔が入るのでちょっとふわーっとする感じがありますよ、どうですか、してきましたかって質問されて、でいやまだふわーっとしないですって言っても、そこから私は記憶がないです。でも次に気づいたのは、あかねさん手術終わりましたよ、6時です終わりましたよっていうので目が覚めました。でもまだ麻酔が効いてるので、なんかぼーっとしてる感じ、周りの声は聞こえるけど自分で言葉話せないし反応できない状態でした。でこの段階では痛みとかはほぼ感じなかったです。っていうかほぼ記憶がないです。なんか終わりましたよって言われて、私はなんかすごいこうってやってたらしいんですね。でそれを見た先生とか看護師さんたちがなんかすごい暴れてるねって言ってて、それは聞こえてました。聞こえてたけど自分の意思でこうわーってやってたわけじゃなく、体が勝手に動いてる感じ、そんな感じでした。でベッドのまま病室に運んでくれて、で術後は HCU っていうハイケアユニットっていう病棟に入りました。ここでは看護師さんとか医師の人たちが通常の病室よりも手厚くケアをしてくれるそうです。で HCU に入ってからも全然目覚めなくて、結局気づいたのが夜の9時ぐらいだったと思います。お昼の12時とか1時ぐらいから手術が始まって、6時ですよ手術終わりましたって言われて、 HCU の中で気づいたのが9時ぐらいだったと思います。でそこからは目が完全に覚めたっていうよりも、眠ったり起きたり、眠れてもほんの短い30分1時間ぐらいでまた起きて、またちょっとぼんやりして眠ったり起きたりっていうのを繰り返していました。で短い時間しか眠れなかったって言ったんですけど、なんでかっていうと鼻が詰まるんですね。術後鼻が詰まって喉に痰が絡むんですよ。でそれで鼻も詰まってるし喉に痰があるから呼吸が苦しくなっちゃったんですよ。でそれで眠ってても呼吸ができない、苦しいって思って目が覚めるっていうのを繰り返していました。でその HCU にいる間は尿管が入っていたのでトイレの移動もなく、もうほんとベッドにずっといる感じです。手術の前に先生から HCU では電子機器は使えないから、本とかあれば暇つぶしにいいよって言われてたんですけど、私はそんな本を読む余裕もないぐらいなんかずっとぼーっとしてた感じです。全身麻酔で手術後っていうこともあって気力もあんまりなかった感じですね。で翌日のお昼過ぎぐらいに自分の病室に戻ってきました。でここで私術後の顔を初めて見るわけなんですね。その時もう見た時は誰っていう感じでした。本当あの時は衝撃でしたねその時の写真こんな感じです。で手術の後は口の中の傷口から血を排出するためにドレーンが入ってるんですね。でそのドレーンを口の中に入れてこう血をこうやって排出するわけなんですけど、その装置っていうかドレーンもあって何これみたいな感じでしたね。個人差はあると思うんですけど、この時私は痛みはほとんど感じませんでした。ただ顎が骨が痛いっていうよりかはなんか体がだるい感じはしました。目から下
が腫れててしびれてて感覚がない感じはありました。で口も全然開かないし動かない状態でした。はい、そして翌日ですね、先生からも手術前に翌日が一番腫れるよとは言われてて、その通り見事にパンパンに腫れました。しびれもほっぺたから下全部あって口も開かないし、食事はここから始まるんですけど噛めないので噛まないでいいようなペースト食が出てきました。で3日目以降はだんだんと腫れもしびれも落ち着いてきました。ただしびれはまだ口周りにはありましたね。でそんな感じで退院の日まで特に問題もなく無事に退院をします。で退院後1ヶ月ぐらいは硬いものは食べないようにって言われてたので、私はだいたいスムージーとか、あと柔らかく煮た野菜とか豆腐、おかゆ、ヨーグルトで、あとは細かく切ったフルーツとか魚とかスープをメインに食べてました。あとその間私は口がしびれで閉じなくて、こうやって閉じることができなかったんですよ。なので常にこう半開きの状態だったんですね。なのでよだれがここからすごい出てきて、ティッシュとハンカチ、マスクが手放せない状態でした。でもそれもだいたい1ヶ月弱ぐらいで落ち着いてきて、口も閉じるし動かせるようになりました。1ヶ月後ぐらいになるとだいたい口が術後に比べては開くようになって、指が1本2本1本かな1本入るかなっていう感じでした。で手術から1ヶ月半ぐらい経った時に術後矯正がスタートしました。術後矯正も術前矯正と同じように1ヶ月から1ヶ月半に1回ぐらい歯医者に通ってこの装置を変えたり調整してもらったりしている感じです。で手術から約今10ヶ月ぐらい経ったんですけど、今もここにしびれが残っている状態です。ほっぺたとか上顎は取れたんですけど、この下顎に残っています。こう触ると触られてるなっていう感覚はあるんですけど、なんかビリビリしている感じがありますね。これはその手術をした先生からも元に戻るには時間がもうちょっとかかるかもしれないって言われてて、今処方されたお薬を飲んでいます。で今この手術の時に骨を固定するためにこの中にプレートが入ってるんですけど、2025年今年の4月にプレートを取る手術を受ける予定です。でこの歯についている装置については、今年の夏前ぐらいには取れるだろうって先生から言われてます。この装置を取ったら後戻りを防ぐためにリテーナーをして治療は一段落するっていう感じになります。なのでトータル約3年ちょっとぐらいカウンセリングに行って治療を開始した時からだいたい3年ちょっとぐらいかかるイメージです。手術も終わって今時間が経って落ち着いて思うこと、私が経験した中で思ったデメリットとかメリットをちょっとお話しすると、まずデメリットは顔が変わるっていうことですね。手術前の顔にねコンプレックスがあったっていうことを言ったんですけど、美容整形とはこれ違うんで、こういう顔にしたいとかここをもうちょっとこうしたいっていうのは希望は出せなくて、あくまでも噛み合わせが優先の骨格になります。なので自分が希望している顔になるかっていうのは、それはもう手術をしてからじゃないとわからない感じです。で2つ目のデメリットとしては、手術後は顔が腫れるっていうのと、3つ目しびれが残る可能性がある、4つ目治療に時間がかかる、思うように食事ができない期間があります。デメリットとしては私は思うのはこれくらいですね。で逆にメリットは何かっていうと、顔が変わる。デメリット以上に私はこのメリットの方が大きかったです。手術をしてすぐっていうのは顔もまだ腫れてるししびれてるし、食事も思うようにできないし、私これ手術受けてよかったのかなって正直思った時期もあったんですけど、術後1ヶ月後ぐらいかな、その時にお店の店員さんと話している時にふと私横顔気にしなくていいんだって気づいた時はすごい嬉しかったです。で生まれて史上初めて歯並びが綺麗で、まだ歯並びはね調整中っていうか矯正中なんですけど、終われば治療の前より食事もしやすくなると思います。
デメリットも結構多かったかなって思うんですけど、今は普通に食事もできてるし腫れもなくなりました。でこの腫れるとかしびれるっていうのは一定期間だけ頑張れば、あとは身体的にもメンタル的にも楽になるかなって感じました。トータル的に考えると私はこの治療をしてすごく良かったと思っています。 100% 良かったです。はい、こんな感じで今日は私が治療している顎変形症についてお話しさせていただきました。もし気になることとか質問とかあればぜひコメントをお願いします。できるだけ答えられたらいいなと思ってます。この動画が少しでもどなたかの役に立ったらすごい嬉しいです。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。よろしければ高評価やチャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。なんか日当たりの影響でさ、縦線しましま。